さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。102回目の今回は、ゾウさんの愛称で知られる選手の解説になるよ。その選手とは、中日、阪神に在籍していた、アロンゾ・パウエル選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。アロンゾ・パウエル、1964年12月12日生まれの57歳、アメリカ合衆国サンフランシスコ出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球指導者、スコアラーを務めているよ。愛称はゾウさんだよ。1983年にジャイアンツと契約してプロ入り。1987年にエクスポズでメジャーデビュー。1990年以降はマイナーリーグで打率3割を記録。1991年はマリナーズ傘下でプレーしていたが、53試合に出場して、打率3割7分5厘、7本塁打、43打点の成績を残すよ。この活躍が認められ、シーズン途中でマリナーズに昇格し、メジャーで78試合に出場したよ。中日ドラゴンズは1992年シーズン、開幕直前になって、外野手のマーク・ライアルが、左膝半月板損傷の重傷を負っていることが判明し、アメリカに帰国。このため、障害担当の足木は新外国人を獲得するため、調査役と共に渡米して、新外国人の調査を行ったよ。そんな中、球団 OB の剣木家に、今からでも獲得できる、日本向けの選手はいないかと相談したところ、前年から注目していたパウエルを紹介されたよ。パウエルは当時、まだ27歳と若く、メジャー再昇格を諦めていなかったが、阪神でプレーしたセシル・フィルダーら、日本球界で活躍した先輩たちから、日本に行けるならチャンスだ、と聞かされ、来日を決断。足木はパウエルについて調査した結果、日本向きの打者で、本人も日本でのプレーを希望している、という情報を得たため、代理人を通して、マリナーズ球団及び本人と交渉し、同年4月30日に入団が決定。背番号は30だったよ。5月19日に2軍の広島戦で2安打、同月21日の広島戦では2本塁打を放ったが、同日は夜に、1軍の中日対広島戦が同球場で、開催されることもあって、その試合を観戦していた高木が、1軍昇格を即決。23日の巨人戦で1軍初出場を果たし、同年は88試合の出場で、来日当初は、日本の投手の変化球に苦しんだが、最終的には規定打席不足ながら、打率3割8厘、13本塁打、35打点を記録。1993年シーズンは、開幕当初からクリーンアップを期待され、3番打者を打ったが、4月18日のヤクルト戦の試合後、濡れた階段を踏み外し、この時、全体重が左脚の膝にかかったことで、左膝外側半月板を損傷し、6週間余り戦線を離脱。さらに9月下旬から10月初旬にかけ、立浪や落合に続いて子宮で負傷欠場し、同年中に右肘、左膝を手術。同年は97試合に出場して、規定打席に到達。打率3割1分7厘、27本塁打、66打点と、チーム三冠王となる打撃成績を残したよ。また同年から、1996年まで4年連続で、セリーグのベストナインに選出されたよ。1994年シーズンは、移籍した落合に代わり、4番打者を打つこととなり、シーズン序盤に右足親指を剥離骨折し、20試合を欠場したが、2年連続で規定打席に到達し、打率3割2分4厘で初の首位打者を獲得。また、本塁打、打点もそれぞれ20本塁打、76打点を記録。同年10月8日のシーズン最終戦で、同率首位で並んでいた巨人に敗れ、リーグ優勝を逃したが、パウエル自身はこの試合について、日本での7年間で最も悔しい経験だったけど、あの試合に出場できたのは、最も素晴らしい経験だった。日本で最も印象深い試合、と述べているよ。1995年は、8月2日の横浜戦で右足太もも上部を肉離れ、同年は101試合の出場にとどまったが、打率3割5分5厘を記録し、2年連続で首位打者を獲得。中日所属の選手が、2年連続で首位打者を獲得した事例は、江藤以来30年ぶりで、その活躍を評価され、同年のドラゴンズクラウン賞を受賞したよ。1996年は、5月から6月にかけて、16試合連続安打を記録したほか、8月25日の横浜戦では、場外本塁打を打ったよ。同年は来日後初の全試合出場を達成し、打率3割4分で3年連続となる首位打者を獲得。また猛打賞15回、最多安打、最多二塁打も記録。同年の中日はコールズが29本塁打、山崎が39本塁打、大砲が38本塁打を記録し、パウエルも彼らと共に、強し優打線の一員を担ったよ。
1997年、この年は4月12日のヤクルト戦で、推定飛距離160メートルの本塁打を放ったが、8月29日までの時点で、106試合出場、打率2割5分3厘、14本塁打、56打点と低迷。左膝の故障に加え、広い名古屋ドームでの守備力に難があることから、シーズン途中の8月30日には、球団代表から来季の契約を、締結しない旨を通告されたよ。そして9月6日の巨人戦終了後には、球場のファンに別れを告げ、同月16日に帰米したよ。中日退団が決まってからも、引き続き日本球界でのプレー続行を希望し、1997年10月23日に阪神と契約を締結。1998年は開幕からレフトで起用されたが、前半戦から不振で控えに回ることが多く、故障離脱中に新人の坪井が台頭。吉田監督からは後半戦からの奮起を促され、8月7日からのヤクルト3連戦で、一塁手として先発出場したが、その3連戦でも9打数無安打に終わったよ。同月11日には、阪神球団事務所で、球団社長から、シーズン途中で解雇する意向を伝えられ、これを了承。阪神退団後、1998年はブルージェイズ参加のマイナーで、15試合に出場。1999年春にはヤンキースのキャンプに、招待選手として参加し、オープン戦で本塁打を放つなど力を見せたが、同年はメジャー復帰は叶わず、ヤンキース参加のマイナーでプレー。打率3割1分5厘、24本塁打、90打点と好成績を残したよ。2000年春は、ロッキーズの春季キャンプに招待選手として参加。2001年はアトランティックリーグでプレーし、2001年限りで現役を引退したよ。引退後、2002年にレッツ参加の 2A 級で、打撃コーチに就任。2004年から2005年には、レッツ参加の監督を、2006年にはレッツ参加の 3A 級の打撃コーチを務めたよ。2007年に組織打撃コーチとして、マリナーズに復帰し、2008年以降は、マリナーズ参加の 3A 級の打撃コーチを務めていたが、2010年5月9日に打撃不振による、前任者の解任を受け、マリナーズの打撃コーチに就任。その後、パドレス、アストロズでそれぞれ打撃コーチ補佐を歴任。この間、2012年オフには司法を担っていた、トニー・ブランコの退団を受け、その後釜となる、新外国人の獲得を検討していた中日球団に対し、パドレス 3A 級に在籍していた、マット・クラークを推薦しているよ。2018年からジャイアンツの打撃コーチに就任し、2019年シーズンまで務めたよ。そして2018年1月、前立腺がんであることを公表し、手術を受けたよ。2020年から、中日の巡回打撃コーチに就任することが発表されたよ。背番号は93。2020年8月7日以降は、スコアラーとしてベンチに入り、2021年から、村上と入れ替わりで、一軍打撃コーチに配置転換されたよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、助っ人外国人選手としては珍しい、打撃でも長打ではなく、安打を量産していた選手だと感じたよ。来日後怪我に見舞われながらも、3度の首位打者に輝く。そして今では中日で打撃コーチとして指導しているあたり、日本の野球に適応した実績も買われたんじゃないかな？ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。